私の部屋の窓からは、ぽっかりとおまんじゅうみたいな山が見えるんだ。特に夏は濃い青色の空に、緑や黄緑の色が鮮やかでね。強い風が吹いたら、山中の葉っぱがザザーって一斉に翻って、それが生命力に溢れてるっていうか、落ち込んでる時なんかいっぺんに元気になれるの。また見たいな。なんか最近無性に田舎帰りたくなるのよね。帰ってきなよママ。ここんとこ体の調子悪そうだしさ、たまには骨休みしなきゃ。そうね。里帰りしてこようかな。でもいいな、帰る場所があるって。あたしなんか捨て子だったしさ、あちこち施設転々として教習もなんもありゃしない。ねえ、リカちゃん、前から思ってたんだけど、あんたさえ良ければ、あたしの養子になる気ない？養子？あたしがママの子供になるの？別に親子じゃなくても、家族にならないかなって。家族？あたしは夫も子供も亡くしてるから、自分のものを残す人がいないのよ。2つで病死したあたしの子供は、生きてればちょうどあんたと同じ年。それにあんたも2歳の時、親に捨てられたでしょ？なんか、巡り合わせを感じるのよね。ダメよ、ママ。私の今まで知ってるじゃない。すごいバカやってたのよ。盗みに薬、風俗まで。ここで雇ってくれてることだけでもありがたいのに、そんなの、身内の人とか許すわけないよ。平気よ。身内は父親しかいないの。あまり干渉する人じゃないし、別にわざわざリカちゃんの昔を喋る必要もないわ。でも、やっぱり私なんか、ママ後で絶対困るって。ママだってまだこれから結婚するかもしんないし、自分の子供ができたりしたら。子供はね、もう産めないのよ。5年前に病気で子宮を取っちゃって。きっと自分の子供、死なせちゃった罰ね。そんなこと。リカちゃん、私にも取り返しのつかない過去があるの。昔の自分があるから今の自分があるとか。そんな風に肯定できないくらい辛いもの。でも、どんなに後悔しても、生きてる限りは、その先の毎日を生きるしかないのね。リカちゃん、あんたのこれからはまだまだ長いわ。家族のいない人が不幸だとは限らないけど、今のあんたの将来を思えば、きっと損にはならないと思うの。どうかしら。一度考えてみてくれない？家族。私に家族ができるの？どう思う？ぴょん吉。ママは私の恩人だしさ。私本当はすっごく嬉しいんだけど。だから余計、いつかダメになった時が怖いんだ。捨てられるの、もう嫌だよね。18年前、2歳の夏。夕暮れのプラットフォームで気がついたら、繋いでた母親の手が消えていた。そのせいなのか、どうしようもない不安と寂しさが不意に襲ってくる。誰かに優しくされたら、その手を離したくなくて。15の時、初めて寝た男を追って施設を飛び出した。それからは男に貢いでは捨てられる生活。不安と寂しさを紛らすために薬に手を出し始めた頃、ママの店に行ったんだ。そうなの。私って2歳の時駅のホームに置き去りにされたの。へえ、捨て子。かっこいいでしょ。天涯孤独。結構楽ちんよ。めんどくさいしがらみとかないしさ。ああ、そうかもな。親戚付き合いってうざってえよ。ねえ、いいもん持ってんのよ。ちょっと試してみる？嘘。それってやばいよ、こんなとこで。つまんないやつね。いいわよ、私だけやるから。あっぶねえ女。おい、帰ろうぜ。関わんのまずいよ。死ぬわよ。そんなもの、体も心も壊れて廃人になるだけ。殺されるようなものよ。カバン？ちょっと何すんのよあんた。やめてよ、人のもん勝手に。あんた何様？関係ないでしょ。あるわね、
ここは私の店よ。それに関係なくても、目の前で助けを求めてる人間をほっとけないわ。私が助けを求めてるって？今が辛いからこんなものに頼るんでしょ？寄りかかれる人も場所もあんたには何もないからでしょ？ほっといてよそうよ、親が捨てたくらいだもの。誰にもどこからも必要とされなかったのよ。ガキの時からろくでもない人間で捨てられたのもしょうがなくて、私がこんな風なのは生まれつきよ。のたれ死にするのが似合いの。やめてよ話して。あんたどっかおかしいんじゃない？バカなドラマの見過ぎよ。話してよチェクショー。話せってば話せあんたは悪くない。2歳の子供を置き去りにするのにどんな正しい理由もないのよ。人殺しと同じ。もっと卑怯なやり方よ。悔しいじゃない。そんな親のせいで死ぬなんて。ちゃんと生きて幸せにならなきゃ。あんまり悔しいじゃないの。いい？あんたは何も悪くないのよ。絶対そんなわけないの。あんたはね、人はそんな風に死ぬために生まれてきたんじゃないのよ。じゃあ何のためよ。わかんないわよ。私、幸せとか生きてる意味なんて、そんなもの私みんなそれを探してるのよ。でもね、うつむいて後ろばかり見てたら見つからないわ。前を向いて毎日を生きることから始めるの。今はわからなくても自分の場所はいつかきっと見つかるから。私の場所、私の幸せ。ねえ、ママ。なんでママは初めて会った時、私に構ったの？やっぱり死んだ子供さんのことから？そうね、それもあるけど、あの時は理屈よりただあんたが気になって。じゃあ、ママは私のことさ、変な意味じゃなくて、ちょっとは、何？好き？いや、だから、本当に変な意味じゃなくて、純粋にバカね。好きに決まってるじゃない。リカちゃん？リカちゃん、どうしたの？私何か気に障ることでも。ママ、私ママの家族になりたい。リカちゃん、本当に？でも、私のこと、嫌になったら、ちゃんと言ってよね。絶対、黙って、置いてかないでね。来週帰るから。その時一人連れてく子がいるの。うちで働いてくれてる子で。詳しいことは会った時話すけど。お父さん、私、本当はずっと。和子？どうした和子？和子！おい和子！和子！どうした和子！大変申し上げにくいのですが、検査の結果、肺がんかと思われます。かなり進行が早く、すでに手術での除去が困難な状態で、おそらくあと1月。和子！和子！ごめん、お父さん。ちょっと立ちくらみがしたのよ。ここんとこ風邪気味で疲れが溜まってるみたい。もう休む。それじゃ。痛み、特にない。吐き気も。だけど、私、本当に死ぬんだ。5年前の時はまだ早期で、何の実感もないまま手術を受けたけど、
怖い。死ぬことが、自分が亡くなることがこんなに怖いなんて。あの時あの子はまだたった2つだった。なのに私のしたことは、はい、富田総合病院です。夜分にすみません。そちらで見てもらってる田所ですが、先ほどかなり吐血しまして。はい、それは大丈夫です。まだダメよ。まだ私は死ぬわけにいかない。じゃあこれから伺います。償いはこれからなんだ。ママ、一昨日から入院してたの？と言ってもただの過労よ。今日の午後にはもう退院するの。水臭いなあ。昨日の休み電話しても出ないし心配してたんだよ。ごめん。ついでに人間ドック入ったから悪いとこ全部チェックしといたわ。それよりリカちゃん、ちょうどいい機会だし、しばらくお店閉めて実家に帰ってこようと思うの。それでリカちゃんも一緒に行ってくれるわよね。父親にも紹介したいから。どうしたの？いや、ほら、こんなに早くとは思ってなかったんで、心の準備が。やっぱ挨拶、ふつつかものですがって三つ指とかついた方がいいかな。リカちゃん、そんな大昔の嫁入りみたいな。大丈夫、私がちゃんと紹介するから、よろしく程度でいいのよ。それより来るとき、戸籍謄本2通持ってきてくれる？向こうで縁組の手続き済ますから。それじゃあ、あさって8時、駅前でね。待ってママ、お土産、お父さん何が好き？そうね、甘いもの、和菓子かな。昔、一人でおはぎ20個食べた人だから。20個？そっか、すごい甘党なんだ。よし、わかったママ。じゃあ無理せずゆっくり休んで、あさって駅前ね。さーて、買い出し。張り切っちゃって。あの子こういうこと初めてだものね。田所さん、田所和子さん、診察室にどうぞ。そう、その羊羹。黒い方の。あとその鮎の形の焼き菓子と水まんじゅうもください。あのきな粉のお餅美味しそうじゃん。まずは試食を。なんだこのおっさん、目つき悪い。因縁つけてくる気か？あんた、この菓子うまいか？いや、子供のうちに行くんで手土産にと思ったんだが、わしは甘いものが苦手でどれがうまいのかさっぱりわからん。店員に聞いても全部うまい言うて買わそうとするから困っとるんだ。なんだ、それでしかめっ面してたのか。じゃあ私これはちょっと甘みがくどいかなって。そうか、くどいのはいかんな。あいつももういい年だ。これ試食したけど美味しかったですよ。これもあっさりしてパクパクいける感じ。あんた、それ全部食ってみたんか？一応ね。えらい量だが自分用か？お土産。里帰りするの。おじいちゃんが甘いもん好きで、やっぱ美味しいって食べてもらいたいし。そりゃいい、きっと喜ぶ。そうかな。おお、誠意がこもったる。なんか嬉しいよ。ママのお父さんもこういうおじさんかな。そうかね。あんたは身寄りが一切ないんかい。だが偉いな。ひねくれることもなく素直に物事を受け止めることができる。いや違うの、全然ひねくれてたの私。何もかも境遇のせいにしてむちゃくちゃ投げやり。もう生きてる意味なんかわかんない、死んだ方がマシって感じで。でもね、ある人が私を助けてくれたんだ。しかもその人ね、私の家族になってくれるっていうの。それで明日その人の親に会いに行くんだけど。そうか、それで土産をあんなに。いやしかしそれは良かったじゃないか。
でもちょっと怖いんだ。その人は心配するなって言うけど、私反対されたら籍入れるの断るつもりなの。やっぱね、私のせいで本当の親子がダメになるのおかしいもんね。わしがその親なら結婚に反対はせんな。結婚？いや、まあ無責任な発言だが、あんたは客観的に見ていい子だと思うし。そうか。私養子って言わなくて。嫁に行ってもきっと気に入られるとわしは。なんか変な言い方したか？全然。私もね、今思ったの。おじさんみたいなお父さんだったらいいなって。経験に移られると聞きましたので、一応そちらの病院への紹介状を書いておきました。ありがとうございます。どうもお世話になりました。田所さん。これは外科医の立場から言うんじゃないですが、ホスピス行かれるのはどうでしょう。手術も薬の治療もいらない自然な最後をというあなたの意思は尊重されますし、何よりプロがそばにいるのは心強。先生。先生、それは私のような患者を癒してくれるところですよね。私、明日からそこへ行くんです。お父さん？びっくりしたわ。急に来るんだもん。こっちに用があったの？老人会のバスツアーでな、明日来ると聞いとったから一緒に帰ろうかと。それよりお前風邪はいいのか？何度も電話したが出んし。ああ、病院行ってたの。もう平気、治っちゃった。それならいいが。それにしてもお父さん、ずいぶんお土産にお菓子買ったのね。いや、これはお前にやるつもりで、なかなかうまい菓子だ。さっきデパートで買ってきた。相変わらず甘党ね、お父さん。まあ最近は昔ほど食わんがな。そうよね。お父さんも70近いし、健康に気をつけなきゃ。わしは健康だぞ。あっちは水も空気もうまいし、風邪などここ10年ひいたことがない。そうね。住むには私も田舎がいいわ。ねえ、お父さん。私もそろそろそっちに移ろうと思うの。しかし、店はどうするんだ？処分するか、うちで働いてくれてる子に譲るつもり。譲るってお前、あの店は賃貸だったのを買い取ったんじゃ。そのことなんだけど、お父さん。私、その子を養子にしたいのよ。今20歳の女の子なんだけど、親も兄弟も全くないの。私は5年前の病気でもう子供は望めないし、これも一つの縁だと思って、その子の里親になって生きる手助けをしてあげたいのよ。養子。いい子なのよ。きっとお父さんも気に入ると思う。悪いが、わしは賛成できん。お父さん。あのね、もう私、その子のこと2年以上見てきてるし、本当に家族同然に思ってる子だから何の心配も。お前はそうでも、わしは違う。それに子供はできなくても、この先お前にどういう良縁があるかわからん。その時その子をどうする気だ？親としては他人のことより、これからお前の幸せの方が大事だ。私は結婚なんてする気ないもの。そうは言ってもな、和子。お願いよ、お父さん。あの子に必要なのは居場所なの。支えてくれる誰かなのよ。それなら養子以外でも手助けはできるだろう。何も籍入れてまで。ダメなのよ、それじゃ。和子。お父さん、私、お父さんに黙ってたことがある。20年前、お父さんとうまくいかなくて、私、家を飛び出してたわね。あの時、私、あの5年の間に、子供を1人産んだの。父親だった男は女と逃げて、気づいた時には下ろすこともできない状態で。私は生まれた子供を届けもせず、自分の不幸を全部その子のせいにして暮らしてた。
恨み事と後悔だけの毎日。私は帰りたくて、どうしても昔の自分を取り戻したくて。私あの子を見捨ててきたの。和子。あの子は私の子供なの、お父さん。私はあの子に償わなきゃいけないのよ。和子。お前だけのせいじゃない。母さんが死んでお前との間がうまくいかなくなった時、わしは親として子供のお前をねじ伏せることしか考えなかった。お前が昔別人のようにやつれて帰ってきた時、わしは初めて自分が間違っていたことに気づいた。和子、一人で抱え込むな。どうすれば償えるかより、これからをどう生きるかだ。重わしたちはそこから始めようじゃないか。間もなく3番線に参ります電車は特急行き。ママ大丈夫？やっぱりまだ体良くないんじゃ。大丈夫よ。ちょっと薬飲んでくるわ。和子。立ちくらみがしたの。風邪気味で。この前の電話が気になって様子を見に来てみたが、本当にただの風邪なんだろうか。それにしても和子がこの子を連れてくるとはな。里帰りするの。おじいちゃんへのお土産。てっきり婚家先ようと思ってたのに、一生懸命選んでたのはわしのためだったのか。わしがこの子のおじいちゃんか。おじさん、昨日はごめんなさい。私結婚するみたいないい加減なこと言っちゃって、嘘つくとかそんな気はなかったんだけど、私本当にごめんなさい。実はリカさん、わしはあんたのことが気になってゆうべよく眠れんかったよ。娘がどんな相手を連れてくるか不安でたまらんでな。まったく結婚話と変わらん思いをした。現れたのがあんたで安心したよ。娘ともどもこれからよろしく頼む。私の方こそよろしくお願いします。苦しい。咳と吐き気が止まらない。それにこの悪寒。でももう列車の時間が。行かなきゃ。早く行かな。この子はね、ぴょん吉っていうの。2年前の雨の日。スーパーの袋に入れて草むらに捨てられてたんだ。中は水浸しで他の兄弟はみんな死んじゃってて、助かったのはこの子だけ。卑怯だよ、あんなやり方。育てられないならもっと他の方法あるのに。捨てた後見えないところで死ぬから罪悪感感じないのかな。ねえぴょん吉、そんな人間いつか絶対罰当たるよね。そういえばおじさん、確か昨日甘いもの全然ダメだって言ってたよね。どうしよう。私お土産お菓子しか買ってない。それは気にせんでいい。ちゃんといただくよ。よくないよ。何か他のも用意すればよかった。でも変だな。ママはおじさんのこと、おはぎ20個も食べた甘党って言ってたのに、好みが変わったの？いや、あれは事情があってな。何聞いてもいい？つまらん話だが、和子が7歳の彼岸の日だったな。久しぶりに仕事が休みで一日中寝ていたわしのそばにあいつが来て、お父さんこれ食べて。昨日お母さんと作ったの。体がしんどい時は甘いものがいいんだって。お父さん家にいる時しんどいっていつも寝てるでしょ。
いっぱい食べて早く元気になってね。恥ずかしい話、あの頃わしは仕事しか目に入らなくてな。家族はほったらかし、和子ともろくに遊んだことはなかった。お父さんおいしい？元気出てきた？それを7つの子供からいたわられたものだから、なんともいたたまれん気持ちになってな。気がついたら山盛り出された分、全部夢中で食っとった。以来、和子の前ではずっと甘党で通しとる。おじさんって優しいんだ。優しい。だってママの気持ち無駄にしたくなくてずっと隠してたんでしょ？そういうわけではないぞ。わしはあいつに嘘はいかんとしつけてきたからだな。別に照れなくてもいいのに。昨日も思ったけど、おじさんって変なとこ硬いよね。そうだな。わしは固くて融通の利かん男だ。いや、この性分で一時和子とも仲違いをして、あいつには取り返しのつかんことをしてしもうた。取り返しの？なんかママも前にそんなこと言ってたな。私も取り返しのつかない過去があるの。きっと聞いちゃいけないことなんだ。それにしても和子のやつ遅いな。私見てき。どいてください。急病人です。通してください。発見された時、娘さんはかなり吐血をされていたようで、現在意識不明の昏睡状態です。吐血？原因を探るための検査を今進めていますが、何か患者さんの体のことでお心当たりは？もしかしてこれママの保険証に挟んであったんです。昨日まで入院してて人間ドック受けたって言ってたから関係あるかも。紹介状ですが、ちょっと拝見します。和子が入院？過労でこの土日ここんとこよく体調崩してたの。でもまさかこんなになるほど悪かったなんて。私もっとちゃんと休めって言えばよかった。病院行ってたのよ。平気、もう治っちゃった。和子、やはりお前何かを隠して。もしもし、集中治療室の患者の病院が分かった。大至急検査を行ってくれ。それと富田総合病院にカルテの照合を頼む。先生、娘は一体。肺に悪性の腫瘍があるようです。すでに末期の状態で手術での除去は不可能という見解だったらしく、今回意識の回復は極めて困難かと思われます。お気の毒ですが、最悪の場合はこのまま。ママ、ダメだよママ。山だってまだ見てないじゃない。あんなに帰りたいって言ってたじゃない。行こうよママ。一緒に行こうよ。和子、お前がこの子を引き取ることにこだわったのは自分の死が分かっていたからなのか。あの子は私が18年前に捨てた子供なのよ。あの頃私は毎日アルコールと薬に溺れて、まるで部屋の中にあの子を捨てたかのように暮らしてた。そしてとうとうあの日、私はあの子を。お父さん、私はあの子に償いをしたいの。和子、あの時わしはこんな形でこの子と縁を結ぶことがお前たち二人のためになるのか結論が出せなかった。ママだが今日この子が現れて、お前とこの子、わしにとってもこれは大事な運命の一つではないかと思い直した。娘ともどもよろしく頼む。なのにお前はこの子をわしに託して一人で死んでゆくつもりだったというのか。わしはそんなことのためにお前の嘘を見逃したわけじゃない。お前はこの子のためにもお前自身のためにもこのまま行ってはいかん。和子、帰ってこい和子。リカちゃん。
お父さん、私。はい、ICU の患者さん、回復されました。バカモン。親にも打ち明けんと先に行こうとする奴があるか。それにわしはまだ死んだお前の子供の墓の場所も聞いとらん。お父さん、知って。お前が昔帰ってきた時、様子が気になって調べた。子供を亡くしてそのことでずっとお前が苦しんでいたことも。お父さん、あの子を助けられなかった。熱があるのを知ってて。でも、私あの子の声を聞こうともせずに。ママ。目覚めたら、あの子は私の指を握りしめたまま。私は苦しまなきゃいけないのよ。和子。誰にも助けてもらえず、一人で死んでいったあの子のように。もういい、和子。苦しんで死ぬことしか私には。違うよ、ママ。その子は一人で死んでったんじゃない。ママのそばにいたんじゃない。ママの指ずっと握りしめて。その子はママが好きで、そばで最後まで生きようとしてたんだよ。私だってずっと親恨んでたけど、それでも無意識のうちに私を捨てた母親のこと探してた。死んでたらいいなんて思ったことないもん。その子だってママのことそんな。リカちゃん、ママは生きなきゃダメだ。その子みたいにもっと必死で。和子、お前の苦しみはお前にしかわからんとは思う。だがそのせいでお前を大事に思っているものをないがしろにするような真似はやめろ。何も言わずいきなりこんな別れ方をするのは、親に置き去りにされたこの子をまた同じ目に遭わすようなものだ。子供への償いはもう二度と同じ過ちを繰り返さんことじゃないのか。和子、お前の時間はまだ終わっとらん。ごめんね、リカちゃん。前向いて生きろって言ったのは私なのにね。ママ、ごめんね。ママ、あんこ寝れたよ。あれからママはホスピスに入り、週末だけ家で過ごす生活を始めた。じゃあこっち持ってきて、一緒に丸めよう。半分はきなこにしようか。わーい、きなこ好き。へへー、特大にしてやれ。なんだ、えらくにぎやか。おはぎか。久しぶりでしょ、お父さん。たくさん作るから楽しみにしててね。ああ。ぴょん吉にはお魚焼いてあげるわね。あたしも食べるの手伝うよ。すまん。不思議なことに、その後ママの体は痛みも何もなく。余命と言われた一月も超えて。見て見て、リカちゃん、すごい夕焼けよ。ほんとだ、きれい。ねえ、バラ色。明日もきっといいお天気ね。ねえ、ママ。あの毎日は本当に楽しかったね。おーい、リカ。そろそろ墓参り行くか。あれから1年。今行くー。私はここで、今も明日を見上げてます。